最強装備。NATO にも勝てると言われた。中国の最新鋭装備が。30分で沈黙にゃ。日本を愛する皆さん、こんにちは、こんばんは。黙っていられない。にゃんこ時事局ですにゃ。今日も世界のニュースをにゃーの肉球フィルターで見ていくにゃ。今回のテーマは、世界がざわついたの話です。表向きは最強、実際は、という、あまりにも有名な構図ですね。にゃー、今日のは特にすごいにゃ。カタログ最強、実戦最弱のギャップ芸が炸裂してるにゃ。さて今日のテーマは、中国マネーで最強になったはずの軍隊が、なぜ全く役に立たなかったのか。にゃー、今日も宣伝と現実の温度差が激しそうにゃ。ここで重要なポイントがあります。今回のベネズエラ情勢は、中国との間で問題を抱えている国にとっては単なる地域紛争ではありません。にゃー、何が特別だったにゃ。中国が輸出した最新世代の兵器が、アメリカ軍の最新兵器と正面から本格的に交戦したのは、ほぼ初めてなのです。にゃにゃにゃ、中国の最強兵器が、ついに実戦デビューしたにゃ。はい。過去にも中国兵器がアメリカ軍と間接的に交戦した例はありますが、すべて旧式の装備でしたが今回のように、HQ、9、HQ、22、中国式指揮統制、中国式電子戦、中国式レーダー網、こうした最新世代のフルセットが、アメリカ軍の電子戦、ステルス戦力と正面衝突したのは極めて珍しい。にゃ、つまり、初めての実戦テスト、初めてのガチ勝負、初めての性能公開、だったにゃ。その通りです。そして結果は、30分で沈黙。にゃ、最強の装備が、類人でダメになったにゃ。にゃの段ボールハウスの方がまだ耐久力あるにゃ。ただ誤解してほしくない点があります。ベネズエラには中国製だけではなく、ロシア製の S300 も配備されていました。ロシア製の S300 は本来、非常に高性能な防空システムです。開発当初の評価では、戦闘機、巡航ミサイル、弾道ミサイル、これらを迎撃できる世界最強クラスの防空網とされていました。価格も高額で、1個大体あたり数百億円規模、導入できる国は限られていました。にゃ、値段だけ見たら絶対強い装備にゃ。でも高いご飯が美味しいとは限らないのと同じにゃ。優秀なはずがロシア、ウクライナ戦争で状況は一変します。航空機迎撃が得意な S300、数十万、数百万円の小型ドローンに次々と破壊されていきました。対空の専門家が空から来たドローンにやられたにゃ。ここが重要です。S300 のスペックが嘘だったわけではありません。問題は、電子戦、飽和攻撃、低コスト無人機の大量投入。こうした現代戦の前提条件が想定されていなかったことです。結果として、高価で重装備な防空システムがコスパ負けしました。I1 でも1円で100万円を買うなら、結果的に負けにゃ。ここで話は中国に戻ります。中国の兵器も宣伝ではこう言われてきました。世界最強クラス、NATO に対抗可能。アメリカ空母を沈める。完全独自開発。しかし実態を見ると、ロシア技術の影響、ロシア製エンジンへの依存、実戦データの不足、構造は S300 と非常によく似ています。カタログはピカピカ、中身は寄せ集めの部品にゃ。中国は昔から変わらないにゃ。中国軍の最大の弱点は、大規模な近代戦の実戦経験がないことです。演習では強い、パレードでは圧倒的、映像では最先端。しかし本当に通用するかは、戦場でしかわからない。これはベネズエラ、ロシア、そして中国に共通する構造です。実戦で使ったことないけど最強って、シュレーディンガーの猫にゃ。実際に受けてないテストで100点取ったって言ってるにゃ。理由は単純です。悪い情報が上に上がらない。現場では問題が起きている。装備は不具合を起こしている。訓練も不足している。しかし上に行くほど報告は効果はあります。問題なし、想定内、順調、世界最強水準。最終的に指導部が見ているのは、現実ではなく演出された数字です。現実よりパワーポイントが強い国にゃ。ドラマで見る最近のビジネスマンもそんなイメージあるにゃ。中国はここ20年、兵器を世界中に輸出してきました。しかし、その実績は、ほぼ壊滅的です。パキスタン、
戦闘機が墜落、故障多発、ミャンマー、装甲車が反政府勢力に鹵獲、イラン、ミサイルが迎撃されまくる、アフリカ諸国、銃が暴発、装甲車が砂漠で動かない、ベネズエラ、HQ、Q など最新兵器が30分で沈黙。ベネズエラは特別ですが、ここで重要なのは、なぜこうした国ばかりが中国兵器を買うのか、という点です。実は、中国兵器を買う国の多くは、他に頼れる国がないのです。にゃあ、最後の選択肢ってことにゃ。その通りです。中国兵器を買う国の特徴は、経済が弱い、政治が不安定、国際的に孤立している、欧米から制裁されている、ロシアにも頼れない、こうした孤立国家が中心です。つまり、中国しか売ってくれないから買っている、という構造があるのです。にゃにゃにゃ、外れでも泣きながら使うしかないやつにゃ。その結果、中国は、努力しなくても売れる市場を手に入れてしまった。粗悪品でも、自分が手にすることがない国のトップは喜んで受け取ってくれる。つまり、品質を上げるインセンティブが存在しない。だからこそ最新世代のフルセットにもかかわらず、無力化までが早いベネズエラでの戦いから、演出された強さだけが輸出され続けてたのではと思えませんか。にゃあ、そんな国でトップにいたら、夢と現実の区別ができなくなりそうにゃ。でも、にゃあたちはまだ、現実を語れるにゃ。その現実的な話として、ロシア・ウクライナ戦争の情報も絡めても良いのですが、話の筋から離れるので、今日はここまでにします。にゃあ、今回のニュースは世界中で話題になって、ネットでもいろんな人たちが好き勝手にツッコミを入れていたにゃ。人が違えば見方も違うし、反応もバラバラで面白いにゃ。でも中国では、こうした自由なツッコミすら許されません。声を上げれば消され、事実を語れば封じられる。だからこそ、にゃんこ時事局は正しい情報を広めて、少しでも横暴を止める力になりたいと思っています。では、今回はベネズエラ、早すぎるだろ、もたなさすぎ、など、今回の中国兵器の実践結果への巷で言われているツッコミをまとめましたにゃ。ただ気がついたら深夜で集めすぎたので、締めだけ見たくなったらチャプターからどうぞですにゃ。あれだけカタログスペック自慢してたのに蓋を開ければこれかよ。最新鋭レーダーが電源すら入ってないみたいな沈黙ぶりで草。とんだ見かけ倒しだったな。実力はこんなもんか。ベネズエラも高い買い物させられて災難だったな。同情するわ。実戦経験ゼロの兵器の脆さが残酷なまでに露骨に出た結果だね。カタログ詐欺。飲み本みたいな事例として歴史に残るレベル。もはや防空システムじゃなくて高価な鉄くずの置物でしょこれ。カタログ値の半分どころか1割も性能発揮できてないんじゃない？もう試合終了をカップ麺にお湯入れてる間に制空権取られてるやん。実戦は甘くないね。スペック番長じゃ通用しないってことか。中国製クオリティ、安かろう悪かろうの典型例を世界に見せつけたな。これ導入しちゃった他の途上国、今頃顔面蒼白で返品考えてるだろ。停電で動かなかったんだって言い訳した方がまだマシなレベルの失態。まるで演習の標的みたいに一方的にやられてる現実は非常すぎる。ハリコの虎ならぬハリコのドラゴンだったわけか。火も吐けないタイプの。宣伝動画の CG だけはハリウッド並みなんだけどな。実物はこれか。ステルス機相手ならまだしも普通の攻撃機にこれじゃ話にならん。運用側のベネズエラ軍の問題なのか兵器自体の欠陥なのか両方臭いな。絶対に探知できるって豪語してたあのレーダー開発者、今どこに隠れてる？まさに瞬殺劇。現代の電子戦の恐ろしさをまざまざと見せつけられた気分。カタログステックだけは世界一。現実は非常なり。なけなしの外貨で導入した国、今頃指導者が頭抱えて震えてるだろうな。軍事パレードの見栄え専用のお飾り装備かな。実戦じゃ使い物にならない。相手の電子戦にあっさり無力化されすぎ。これが技術力の決定的な差か。まるで豆腐のように崩壊していく防空網。見てて悲しくなるレベル。期待外れもいいとこ。これじゃ高価な花火の打ち上げ台にもならないよ。ハリボテなのは中国の不動産バブルだけじゃなかったってことか。これが残酷な現実。プロパガンダの魔法が一瞬で解けた瞬間を目撃した。マジでもう制空権取られたの？早すぎない？バグ疑うレベル。メッキが剥がれるのが早すぎる。現実は厳しいね。夢から覚めた気分だろ。相手の電子戦能力が予想より数段上だった可能性も否定できないな。
兵器単体の性能よりシステム全体の統合不足が致命的な原因じゃないか。ベネズエラ軍の兵士の連動不足もかなり割り引いて考えるべきだと思う。中国製兵器の弱点、特にジャミング耐性の低さが完全に露呈した形だ。現代戦は情報戦。目であるセンサーを潰されたら最強のミサイルもただの筒。相手が強すぎたのかこっちが弱すぎたのか。まあ両方の複合的要因だろうね。カタログ値は理想環境での数字だからな。砂漠の実戦は別物だよ。中国軍もこの惨めなデータ持ち帰って、必死に原因究明と改良するだろうな。運用ノウハウの蓄積の差が、そのまま戦果の差となって現れた感じがする。単純な性能差以上に電子戦のレベルが大人と子供くらい違いすぎる。ロシア製も大概だけど東側の兵器ってカタログ値盛るのが伝統芸能だからな。これじゃパキスタンとかイランも導入したこと後悔し始めてるんじゃない？まあ相手が世界最強の米軍、想定ならどんな国でもこうなる気もするけど、兵器の性能を 100% 引き出せるだけの連度がベネズエラ軍になかった可能性も。貴重な実戦データが取れたことは中国にとっては痛いけど収穫かもね。現代の防空戦は秒単位の戦い。一瞬の判断ミスやシステムの遅延が命取りになる。霊視妨害への対策が完全に後手に回ってる印象は否めないな。見かけ倒しと言われても反論できない結果だね。グーの音も出ない乾杯。これで中国製ハイテク兵器の市場価値は暴落決定だろうな。実戦の泥にまみれてない兵器の限界がここにある。綺麗な実験室とは違う。相手の ECM、電子妨害、出力が規格外に強力すぎた可能性も否定できない。単なる性能不足かそれとも運用側のヒューマンエラーか検証が必要な事案。これが非対称戦の現実。いくら数があってもハイテク相手じゃ分が悪すぎる。中国軍内部でも相当な衝撃が走ってるんじゃないか。幹部の粛清が始まるかも。これを機に中国の軍事ドクトリンが根本から変わる可能性もあるな。実戦経験の差という壁は、そう簡単に金で埋まるもんじゃないってことね。ハリボテだったとしても、数だけは大量にあるからそれはそれで脅威だけどな。今回の結果は今後の中国の武器輸出戦略に大きな影を落とすはず。相手の射程外からの攻撃、スタンドオフ攻撃に全く対応できなかったのが致命的。まあこれが現代戦のリアルなスピード感なんだろうな。瞬きしたら死んでる世界。マジで弱。話にならんレベルでひどすぎる。期待外れも甚だしい。やっぱりこうなったか。スペック詐欺確定演出きたな。貴重な金の無駄遣いをベネズエラが不憫でならない。これが現実の実力ってやつか。瞬殺すぎて笑えない。嘘だと言ってくれよ。もう乾いた笑いしか出ない。壮大なカタログ詐欺オツ。まるでクソゲーのやられ役。現実は小説より非常なり。もう終わり？早すぎだろ。弱すぎるだろう。同人ゲームかよ。これじゃ国を守れないよ。高価なハリボテオツ。予想通りすぎてつまらん。ああ、やっぱりか。残念すぎる結果だね。まあ驚きはないな想定内。これがメイドインチャイナ品質。相手が悪すぎたってのもある。使う側の連度も低いしな。まあ所詮こんなもんでしょ。過度な期待したのが間違い。見かけ倒し健在ぶりをアピール。現実は甘くないね。いやいや、相手を油断させるための高度な死んだふり作戦。だから震え声。本気出してないだけだって。多分知らんけど。きっと環境保護団体に配慮して有害な電波を出さなかったんだよ。優しいな。これはあれだ。敵の電波情報を収集するための捨て石作戦なんだよ。深読みしすぎ。ハリボテに見せかける偽装技術がすごい。逆に天才。錯乱。きっと専守防衛を極めた平和主義のレーダーだったんだよ。相手のミサイルを無駄撃ちさせて疲弊させる作戦だったに違いない。中国の最新ステルス技術。自国のレーダーにも映らない究極のステルス。これは演習？いや残念ながら現実の映像です。受け入れがたいだろうけど。見かけ倒しもここまで極めれば一種の伝統芸能。芸術の域だね。きっとオペレーター全員が食あたりでトイレに行ってたんだよ。タイミング悪いな。まだ第二形態への変身を残しているはずだ。白目。これは中国による壮大な社会実験映像なんだよ。きっとそうに違いない。相手を油断させるための死んだふり作戦。だよね。そう言ってくれよ。平和憲法第9条でもあるんじゃないかと思うくらいの徹底した無抵抗ぶり。これって高級な文鎮じゃなかったっけ？魔除け的な効果はあったのかな？すっとぼけ。きっと大規模なシステムメンテナンス中だったんだよ。運が悪かったね。これはあれだ。敵の慢心を誘う孔明罠だ。
そう信じたい。中国の科学力は世界一いい。なお実戦では機能しない模様。ハリボテも数さえ揃えれば、いや、やっぱり無理か質が低すぎる。ベネズエラの電力インフラじゃまともに稼働しなかった説もしたい。中国製だからってバカにしてたけど、まさかここまでひどいとは思わなかった。これが独裁国家の末路か。兵器も体制と同じで砂上の楼閣とは皮肉なもんだ。霊視性を制する者が現代性を制す。それが残酷なまでに証明された形だ。中国製レーダー。鳥の群れと敵機の区別すらついてなかった疑惑があるな。看板倒れと言われ続けて、ついに全世界の前で証明してしまったか。まあベネズエラ軍の維持管理能力もお察しだけどね。宝の持ち腐れ以前の問題。これじゃいざという時に全く役に立たないじゃないか。税金返せレベル。相手の ECM、電子妨害、技術が中国の想定より数段上だったんだろうな。ハリボテが露呈したことで、周辺国は少しだけ安心したかもしれない。中国軍事力の実態が垣間見えた貴重な事例だね。過大評価は禁物だ。これが非対称戦の怖さ。いくら数で勝っててもハイテクには勝てないのか。スペック番長、実戦のリングに立った瞬間に秒差つけよう負け。ただの置物でも国内向けのプロパガンダには使えるから、震え声。ベネズエラ国民が一番の被害者だよ。独裁政権に高い税金払わされてこれ。相手が誰であれ、防空網が全く機能しなかったという事実は重すぎる。電子戦の恐ろしさ。スイッチ一つで自国の空が無力化される恐怖体験。中国製兵器、これで安かろう悪かろうのレッテルが確定してしまった。メッキが剥がれて、中国の国際的な威信はガタ落ちだろうね。ざまあ。これ、今後の国際情勢や同盟関係にも微妙に影響しそうな結果だね。まあ実戦データが取れただけマシと考えるべきか。ポジティブ思考でいくなら。相手の SEAD、敵防空網制圧、能力が凄まじかったんだろ。手も足も出ないとは。見かけ倒しと言われても、反論の余地が1ミリもない完敗ぶりだった。ベネズエラ政府、中国に損害賠償請求してもいいレベルの不良品では。これが現実の製造。カタログ通りの性能なんて幻想なんだよ。目を覚ませ。電子戦対策を怠ったツケが、最悪の形で回ってきたね。自業自得か。中国製兵器の信頼性崩壊。これが今回の紛争の一番の戦果かもしれないな。ハリボテが露呈して、一番焦ってるのは北京の中南海にいる連中だろう。ベネズエラ軍の連動不足ももちろんあるだろうけど、それを差し引いてもひどい。これじゃ北朝鮮の自慢してる防空網も、押して知るべしだな。期待できない。相手の電子戦能力、中国の想定を完全に超えた規格外だった可能性もある。砂上の楼閣、ついに崩れ落ちた瞬間を世界中が目撃した。中国の軍事力拡大、実態はこんなもんだったのかもしれないね。これが現代戦のリアル。情け容赦ないスピード決着で思考停止するいとまもない。電子戦を軽視した結果がこれ。高すぎる授業料になったね。次は活かせるか？ハリボテでもトラはトラ。いや、やっぱりただのハリボテだったわ。撤収。改めて強さは宣伝や数字ではなく、実際の現場でこそ証明されるものです。そして、自由とは、本来誰もが堂々と語れる場所にあるべきものです。にゃたちは隠れずに YouTube で堂々と喋るにゃ。今回のニュースで浮き彫りになった宣伝と現実のギャップ、その違和感をどう受け止めるかは、視聴者の皆さん一人一人の視点にあります。にゃんこ時事局は、これからもそのギャップを丁寧に見つめ、わかりやすくお伝えしていきます。みんなのツッコミも、にゃーのに普及より鋭いにゃ。もし今日の動画が面白かった、参考になったと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。そして、コメント欄で皆さんの率直な声、お聞かせていただけると嬉しいです。にゃーのチュール台にもなるにゃ。いや、ならないけどにゃ。それではまた次回、世界のどこかで起きた、にゃんこ的事件でお会いするにゃ。